皆さんはもうスバルの新型クロストレックストロングハイブリッド乗りましたか？なかなかやっちゃってるモデルですよ、これは。それでは行きましょう。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車しずきチャンネルです。今回はスバルのクロストレックストロングハイブリッド試乗ということでお届けしていきたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。私はこれまで国産輸入車100種類以上の車に試乗しておりますが、今回のこのクロストレックストロングハイブリッド面白い車ですね。いろんなメーカーのモデルチェンジであったりパワートレインの進化のタイミングでこういった面白いモデルが出てくることがあるんですけれども、このクロストレックに搭載された新型の水平対向4気筒エンジンプラスストロングハイブリッドシステム、つまりトヨタのシステム技術を導入したものですけれども、結構今 CM でもやってる通り燃費だけじゃない退屈なハイブリッドじゃないよっていうところがスバルらしい味付けになってるんじゃないかなと思いましたね。早速この後試乗に行きたいと思いますけれども、私の方はすでにクロストレックのマイルドハイブリッドモデル試乗していますので、それとの比較もしていきたいと思います。さらにですね、スバル車については私自身がレボーグを乗っていたり、またレガシーツーリングワゴンも所有していましたので、そういった意味でもスバルの変化気になりますよね。現行レボーグでいうと 1.8 リッターと 2.4 リッター両方とも試乗しておりますので、そこら辺の上位車種との違いもチェックしてみたいなと思います。そしてこのクロストレックですけれども、インテリア見ていった時にですね、今回のモデルで大きな変化はこちらですね。モニターがですね、フル液晶化されてるんですよね。これはレボーグであったり S4 であったりという上位車種でしか選べなかったものなんですけれども、今回このストレングハイブリッドモデルからこれがついてくるということになるので、もう装備面では上位車種と変わらないんじゃないかなと思いますね。さて早速道に出ていきましたけれども、冒頭にお伝えしたようにスバルの中で今大きな変化が起きていると思います。各モデルのフルモデルチェンジが控えていて、この後レボーグであったり S4 の噂がされていると思いますし、このパワートレインの話で言ってもですね、大きな変化が待ち受けていると思います。クロストレックに今回もともとあった2リッターのマイルドハイブリッドモデルに加えて、この 2.5 リッターのストロングハイブリッドモデルが出てきた。そしてですね、上位に来ているレボーグのパワートレインは 1.8 リッターターボと 2.4 リッターターボですよね。ただこの 2.4 リッターターボが次のフルモデルチェンジの時にいろいろ排ガス規制の問題とかで 2.4 リッターの FA24 エンジンは残らないんじゃないかという話を営業マンの方とかメーカーの方から聞くことがあります。ですのでそうした時に次のレボーグのパワートレインに当然ですね、この 2.5 リッターストロングハイブリッド来るんじゃないかなっていうのを個人的に思うわけですよね。今その次期レボーグにも採用される可能性があるんじゃないかなっていう目線でですね、今このクロストレックストロングハイブリッド乗っていくとですね、確かになかなかのスペック持っているなっていうのも分かりますね。今低速で流していますけれども、このぐらいの速度の時にはもう完全に EV 走行してますね。モニターのところに EV っていう表示が出るんですけれども、結構踏み込まないとエンジン始動しないですね。そして踏み込んだらこの加速ですよ。これはクロストレックに過剰なんじゃないかなって思うぐらいパワーありますね。踏んでいけばまだまだ伸びるということだったので、これはなかなかスパイシーな味付けで面白いと思いますね。せっかくなので今度は SI ドライブの S モードにして踏み込んでみたいと思います。このモデルは 2.5 リッターのエンジンで160馬力、そしてモーターで119馬力あるので、すごいなこの加速は。いやスバルらしい、踏んでみても楽しいハイブリッドになってるなっていうのがやっぱりスバル好きとしては嬉しいですよね。他にも試乗された方いたらコメントなどで教えてください。
ここもいいですよね。これ味付けとかチューンをまた少し変えたら、もう全然レボーグに搭載でいいんじゃないかなと思えるポテンシャルを秘めているなと今回試乗して思いました。車の大きさは大きくなくていい、コンパクトとかミドルサイズでいいけれども、スペックとか装備は充実させたいというニーズが結構あるようなんですよね。そういった点でいうと、このクロストレックにこのパワートレイン装備されましたけれども、クロストレックの外観が好き、サイズもクロストレックのサイズがいいなっていう方で、ただ性能とかモニターとか装備面が充実したものが欲しいという方には、このハイブリッドモデルが結構刺さるんじゃないかなと思いますね。それにしても走りの質感がワンランク上に上がってるのをすごく感じますね。力強さもそうですし、 EV 走行している時は非常に静かなんですよね。これはこれまでスバルの、唯一の弱点と言ってよかった燃費もですね良くなっているということで、だいたいですねリッター18キロ走るらしいんですよね。満タンで走行距離1000キロを超えるっていうのを営業マンの方からも聞きましたので、相当走る車になってるなと思います。開発の方がインタビューしている記事を読んだことありますけれども、スバルらしい退屈じゃないハイブリッドにしたい、スバルの持ち味の水平対向にマッチするハイブリッドシステムにしたいというのを熱く語っていましたので、それがこれになったんだなっていうのを感じられてすごく良かったですね。あとはですね、乗ってみて今回気になったところとしては、ブレーキのフィーディングが若干過敏なのかなというところで、少しカックンブレーキになるところがあります。これはですね、きちんと繊細に踏み込めば全然大丈夫なので、少し気をつけて踏んでくださいというところじゃないかなと思いますね。あともう一つ気になったところとしては、やはり価格でしょうね。この試乗しているグレードはクロストレックのプレミアム S ハイブリッド EX というところで、車両本体価格が405万円からということになっていますね。おそらく乗り出して470万とか80万円になると思いますので、もはやレボーグの値段じゃないかっていう感じですよね。なので、車体の大きさはこれなんですけれども、装備面スペック面的には上級車種と同等以上のものになっているという受け取り方をするしかないかなと思いますが、走り味性能的にはスバルの上位車種に本当になってしまったなというふうに思いますね。なので今後ですね、各モデルがフルモデルチェンジしますよね。フォレスターにしてもレボーグにしても。そうした時にどのような味付けにさらに進化するのか、スバルの進化を期待したいなというふうに思いました。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。皆様もコメントいただければ嬉しいです。それでは良いカーライフを。